皆さんこんにちは。Learn Japanese with Hana のポッドキャストへお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方に向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近はどうお過ごしでしょうか？今日は私はお母さんと一緒に岩盤浴と温泉に行ってきました。皆さん岩盤浴って何かご存知ですか？岩盤浴は日本や韓国などで行われる、伝統的な健康法の一つです。岩盤浴っていうのはいろんなお部屋があって特製の加熱された岩盤、その上に寝転がることで体を温めて汗をいっぱいかいてリラックスすることができます。温度が違う部屋がいくつもあって、例えば30度ぐらいのちょうどいいところとか60度とか70度とかそれぐらいのお部屋もあって、そこでいっぱい汗をかいたりします。サウナよりも温度が低いので誰でも気軽にできるものだと思います。それを、今日はお母さんと一緒に行ってきて、今はとてもリラックスできていていい感じの気分です。余談はここまでで、今回は、日本の夏休みについてお話ししたいと思います。なんで今日のテーマが夏休みかというと、日本の多くの学校では7月の後半から終わり頃にかけて夏休みが始まるからです。なのでほとんどの日本の学校では最近夏休みが始まったばっかりだと思います。なので今回は、日本の夏休みについてお話ししようと思いました。夏休みは誰もが経験したまたは経験している楽しい期間だと思います。なので今回は日本ではどのように夏休みを過ごすのかについてご紹介します。学生と、大人になってからの2つに分けてお話しできればと思います。ではまずは学生時代からです。小学校、中学校、高校、この3つはだいたい同じ期間が休みです。基本的には7月の終わり頃から、8月の終わり頃までだいたい1ヶ月ちょっとお休みがあります。私の記憶上では休みがどんどん短くなっていってたなっていう感じがあります。なんか小学生の方がお休みがもうちょっと長かった気がします。そして私の高校は結構夏休みが短かったです。学校によってズレはありますがだいたいこんな感じです。学生の夏休みが1ヶ月だけ短くないと思った方もいるかもしれません。そうですよね。私的には短いなってちょっと感じてしまいます。皆さんの国ではどんな感じかわからないんですが、日本の学校の休みはただの休みじゃないんです。そうです。大量の宿題があります。この宿題も学校だったり教科とか先生によって違うので、これはあくまで私の体験談、私の学校でどのような感じだったかっていうのをご紹介できればと思います。私の小学校では夏休みの宿題はいろいろありました。例えば、日本語の漢字ドリル。日本語を勉強している方だったらその漢字がいっぱい書いてあってそれをなぞって書く練習をしたり、その漢字を使って単語を書いたりとかそういうのをやったことがある方はいるかもしれません。私も小学校の時はそういったものがたくさんあって、でそれを夏休みの1ヶ月の間に終わらせてくださいみたいな宿題がありました。あとは足し算、引き算、掛け算、割り算とかありますよね。そういった問題がいっぱい書いてあるプリントが何枚もあって、それをいろいろ計算してっていうやつとかいろいろありました。あと今思えばめっちゃ可愛いなって思うんですけど、なんか毎日歯磨きをしたかのチェックシートみたいな宿題があって、それは1枚の紙に30日とか40日分ぐらいの夏休みの日程が書いてあって、なんか歯型の絵が書いてあるんですよ。でそれを
今日も歯磨きしたみたいな感じで毎日色塗りしていくんですよ。今日は黄色にしよう、今日は青色にしようみたいな感じで塗りつぶしてって、毎日歯磨きできましたよね、子供たちもなんかできてますよねみたいな、めっちゃ可愛い宿題があったなって思い出しました。まあもちろん毎日1個ずつ塗りつぶすんじゃなくて、なんか例えば夏休みの終わりに全部1日で色塗りをするみたいなことをよくやってたんですけど、こういったなんか遊び心があるのもいいなって思いました。あとは、絵を描く宿題とかもありました。画用紙に1枚何か絵の具で何でもいいんで絵を描くんですよ。例えば私がやったのは、なんかおばあちゃん家に、田舎のおばあちゃん家に行った時に、そのおばあちゃん家から見える景色の絵を描いたりとかやってたんですけど、私は小学校の頃とか絵を描くのが苦手で、めっちゃ嫌だったのを覚えてます。今思うととってもいい経験だと思うんですけど、まあ小さい頃はいろいろ思いますよね。あとは何か物を作る宿題とかあって、私はクッションを作ったのを覚えています。自分で布を買ってきて、それに綿を詰めて縫ったりとか、あと絵日記というのもあって、絵日記はそのままの通り、日記を書いて、その日記に関する絵を描くんですけど、これが、夏休み終わって提出した後に教室の後ろに飾られてたんですよ。私が先ほども言ったように絵が下手くそでめっちゃ苦手だったので、なんでこれ教室に飾るねんみたいなことをずっと思ってました。でももちろんそんな上手い下手とか関係なくて、ただのなんて言うんですかね、絵を描く練習だったり思い出を残すみたいなことだったので、誰も気にしてないんですけど、もうお願いやから誰も見ないでってずっと思ってました。こんな感じでいろんな宿題がありました。こう考えたら約1ヶ月しかないのに宿題めっちゃ多くないって思いません？私は今喋っててめっちゃ思いました。しかも小学生ですよね。いっぱい遊んだりいろいろしたい時にこんな大量の宿題をって思うんですけど、まあそうですね。日本の学校だとこれぐらいあるのは普通かなって思います。でもまあもちろん小学生が1ヶ月間一生勉強してるっていうわけではないですよね。もちろん夏休みなので遊ばないといけないですよね。私も、友達とよく遊んだりもしてました。夏休みはおばあちゃん家が田舎にあるんですけど、そこに行って、毎日海に行ってました。おばあちゃんの家から海が近くて、毎日海に行って何時間も遊んで、で帰ってきてそのちょっと宿題をしてみたいな感じの過ごし方をしてたのを覚えてます。小学生の夏休みはまあこんな感じかなという感じです。そして次中学生なんですが、中学生の夏休みはもうちょっと、勉強ばっかりになってきて、宿題ももっとたくさん増えます。各教科、国語、数学、英語とかなんかそういう各教科でいろんな宿題があったのを覚えてます。あと中学生になったら部活とかいろんなクラブに入っている子もたくさんいると思います。私は陸上部に入っていたんですが、陸上部は、Track and Field Club に入ってたんですが、ほぼ毎日練習があって、外30度以上ある中で毎日何時間も練習していたのを覚えています。朝一番早い時間だと、7時とか多分それぐらいから練習してた時もあったと思います。あとは別の学校との合同練習、なんか一緒に、練習しましょうみたいなのがあって、自転車で何十分も漕いで違う中学校に行ったりとかしたのを覚えてます。なので中学生だったらもっと勉強か自分が入っている部活動をするっていうのが多分メインの夏休みで、もう一生遊ぶみたいな感じじゃない子が多いと思います。でもちろん私も友達と遊んだりもしてたんですが、結構その部活とかあとは宿題やらないとみたいな比率が多かったと思います。あと塾という学校以外で勉強する場所があるんですけど、それにも通っていて、部活して学校の宿題して、そして塾にも行ってみたいな感じでした。でもまあ部活も塾も仲のいい友達と一緒にやっていたので、あんまり辛いとかっていう感じではなかったです。普通にみんなで
一緒に運動してみんなで勉強してみたいな感じで楽しかったのを覚えています。中学生の夏休みはこんな感じでみんなもっとなんか勉強に本気になりだしたり、あとはその部活動に本気になって時間をそこに注ぎ込むみたいな人が多いかなと思います。次に高校です。高校の夏休みはもっと人によっていろんな過ごし方があるかなと思っていて、部活をしている人は毎日部活動の練習をしていた人も多いかと思います。そして高校生になるとアルバイト、パートタイムジョブができるようになるので、アルバイトをしてお金をたくさん貯めたり遊びに行ったりといった人もいたかと思います。私は部活には入っていませんでした。そして私も高校生になった時からすぐアルバイトを、し始めて、そしてお金をいっぱい貯めて海外に行ったりしていました。高校1年の夏休みはオーストラリアのゴールドコーストというところに行って1週間人生で初めてのホームステイを体験したり、高校2年生の時は1ヶ月間マルタという地中海に浮かぶ島国があってイタリアの下にあるんですけど、マルタという国に行って1ヶ月間ホームステイをしました。この2つは本当にいい経験だったし、なんか嫌なこともいいこともいろいろあって価値観が広がったなって思う体験だったので、またどこかでお話できればなと思います。こういった感じで高校生は本当にいろんな過ごし方があるなと思います。お金も使えるし、自分でできることももっと増えていくので、人によって本当に様々な気がします。私の周りではやっぱり部活をしている人か、バイトをしてお金貯めて遊びに行くみたいな人が多かったかなと思います。高校3年生になると日本では日本の大学に行くために大学受験をする方がほとんどというか多いかなと思うので、みんな本当に勉強します。もうずっと勉強みたいな感じでみんな、勉強してるんですが、私は高校3年生の時は日本の大学にはもう行かないというのを決めていたので、全然勉強せずに、バイトばっかりしていたと思います。そして高校はもちろん大量に宿題があります。量も多いし、もう難しいし、全然わからないし、といった感じで、とりあえずなんか答えを写すみたいな感じだったのを覚えています。こんな感じで高校1年生2年生は部活動だったりバイトしたり遊んだりもちろん勉強もしたりってなるんですけど、高校3年生は大学に行きたい子はみんなずっと勉強していると思います。次に大学になります。私は日本で大学には行っていないので正確にはわからないんですけど、日本の大学だと夏休みはだいたい7月から9月ぐらいで約2ヶ月間あると思います。そして大学生こそみんなやることは人それぞれだと思います。バイトしたりインターンとかで働いたり、海外行ったり、それこそ夏休みで短期留学とかする人もたくさんいると思います。本当に人それぞれだと思います。学生が終わると次は社会人ですよね。社会人っていうのは学生を終わって働き出した人のことを日本では社会人と言います。日本では仕事ばっかりで休みがあまりないといった印象がある方も多いかと思います。確かにヨーロッパの国々に比べると夏休みは短くて、そして取りづらいと思います。多くの会社員の方は8月の10日とかから15とか16日ぐらいまでのこの辺の1週間ぐらいが夏休みで、あとは有給を使ってその前後も休んでもっと長くお休みを取ったりする方もいるかと思います。有給を使いたくても長い間は休めないという場合もあるので、だいたい1週間ぐらいが多分日本人の平均のお休みかなと思います。で、日本の会社で働いている人で2週間とかのお休みがあるっていうのは
もうほとんど聞いたことがないと思います。なので1週間を休めても2週間休むというのはほとんど無理だと思います。有給はもちろんあるんですけど、それは1年間を通して少しずつ1日とか2日間ずつぐらい休んで使っていくのが日本式だと思います。ちなみにそんなルールはないんですけど、なんか暗黙の了解というやつで、長い間は休めない気がします。そして日本ではこの8月の10日ぐらいから1週間ぐらいがお休みという方が多いんですけど、この理由は日本ではお盆という日本の伝統的な行事があるので、その期間がだいたい夏休みになります。そして多くの方が自分の両親、親の家に帰る、実家に帰って家族と過ごす期間でもあります。日本の夏は本当に暑いので、私も夏休みはもう室内にいたり家にいたり、なんか室内で遊べる予定を立てることが多いです。外に行っていろんなとこに行ってというよりかは、とにかく涼しいとこでっていうのが私的には多いです。これが日本人の一般的な夏休みかなと思います。お休みはだいたいそのお盆と言われる期間が夏休みで、実家に帰って家族と過ごすみたいなのがよくある感じかなって思います。今回は日本の夏休みについてお話ししました。夏休みって長期休暇で、子供にとったらめちゃめちゃワクワクする楽しい期間だったなと思うんですけど、皆さんが子供の頃の夏休みと比べて何か違いなどありましたか？また今年の夏休みはどのように過ごすなど皆さん予定はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。もし今夏休み中だったり、これから夏休みの楽しみにしているプランがある方はそれを全力で楽しんで、素敵な思い出作ってください。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。